検索していきましょう。すでにプロです。書籍のイラスト、ゲーム関係、広告に使うイラストや海外からもイラストの依頼を受けています。いらんがな、プロでしょ。何をハイドチャンネルに絵を送ることがあるんやと。もういっぱいイラストの仕事してるんでしょ。じゃあもう添削してもらわなくていいじゃん。うまいですよ。もうこれは何も言うことないです。はい、うまい、以上。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。というわけにもいかないんで一応ね、ハイドチャンネルに送ってきてくれたっていうことで、いいところから伝えていきたいと思います。もういいとこしかないんだけども、全部うまいですよ、もううまいですよ。もうこの女の子誰が見ても可愛らしいし、この表情もいいし、このポーズがいいよね。体をこうねじってるっていうか、こうはねじらないか、ねじったようなこのポーズ。プロっていうのはただただ人間が突っ立ってるっていう絵は描かないんだよね。いや、もちろんそういう絵を要求されたら描くけども、そうでない限り動きがあるポーズを描くのはやっぱプロフェッショナルだなと思います。どこが俺がプロかっていうのは、このねじりがあるとこなんだけど、うまく俺言葉で言えないんだけど、これで通じて、これで雑巾絞ったみたいなこの感じはね、やっぱりプロだなって思いますね。あと右手と左手がダンスを踊ってるような可憐な手の動き、女の子らしい。あと指の先まで女性らしいじゃないですか。あと足も新米絵師は足をおざなりにしがちなんだけど、ステップを踏んでるみたいな、片足上げてる感じも可愛らしいよね。あと衣装とか髪の毛に動きがある。スカートがふわってひらめいてるような感じとか、髪の毛が揺れてる感じ。あとゴージャスだよね。この毛量が多いって言ったらいいのかな。毛量なんだこれ、毛量、髪の毛の量、毛量ですよ。毛量が多いってことが、もう何をとってももうプロですよ。線の一本一本も綺麗だし。でこの人、なんで僕のチャンネルに絵を出してきてくれたかっていうと、風になびく服の動きとかキャラクターをもっと魅力的に見せるための描き方をアドバイスしてくださいと書いてあるんだけど、いやもう分かるだろ、もう分かってるだろ、もう猫まんじゅうさん、ちょっとこれはね、もう俺に聞かなくても、だってこの人はもう本のイラストとかゲームのイラストとか広告のイラストとか海外からも依頼を受けてる人なんだよ。分かってないはずがない。だからこの絵は力を落として描かれてこられたかもしれないですよね、添削用に。本気で描いたらもっとすごい絵描ける人なんだと思いますよ、これはね。でいつもだったらこっからこの絵をトレースして、気になったところを伝えていって下書きを整えるっていうことをやっていくんだけど、もうこの人は直すとこないんで、この絵をトレースして俺がいじったところで意味がないので、この絵を編集部に通すためにどうするかっていう視点で考えようと思うんだよね。まず自分だったら衣装の変更しようと思います。例えばだけど、単純に服装をもっと露出がある服にすれば魅力ってアップするんですよ。水着っぽい服にするとか。だけどこの人のメール見ると、この子は悪魔の女の子なんだけど、この悪魔の女の子を作る時にいろいろ資料を集めてみたんだって。そしたらやっぱり悪魔っぽい服って大体みんな黒っぽいさ服装のものが多いと。なのであえて普通の女の子のような服にしましたって書いてあるから、この服装は俺は変えないでおこうと思うんだよ。服装をセクシーにして魅力をアップさせるっていうのも、この人はそれをやった上でのここに来たから、もう俺が同じことしないでおこうと思うのね。だけどやり方としてはセクシーにするとかっていうのがシンプルな方法だよね。で2番目がアクセサリー、角とか羽、これを大きくする変わったものにする。例えばだけど、この子の角がこんなんだったらもうこれだけでダイナミックになるじゃん。大きくするっていうね。例えば翼もこれ小ぶりだけども、この子の身長の3倍ぐらいの羽にしたらそれだけでダイナミックになるでしょ。だからこれを大きくするとか、形を変えるとかね、ついてる場所が違うとか、なんかそんな風にするとまた個性が出てくるんだけども、それをしちゃうと俺のオリジナルキャラクターになっていっちゃうんで、そのあたりをちょっと俺はやらないでおこうかなと。ただやり方としてあるっていうことね。3つ目はポーズだよね。ポーズ、表情、もっとダイナミック、豊かにすると。この辺を変えることで同じキャラクターでもだいぶ変わってくるかなって思うんだけど、俺ができることは多分これぐらいしかないかなって思うんだよね。この辺変えるとアレンジが過ぎるってなっちゃうと思うから、変えてもいいのかな。なんかこの辺は悩むんだよね。いじっていいものか。こういうポーズだね今。
円を描くようにこうするとやっぱり動きが出て華やかになるんで、動かせるところって言ったらスカート、髪の毛、羽、あと表情、手足を変えることもできるんだけど、もうこれ変えるともう何でもありになっちゃうんで、この絵の原型をとどめたまま華やかにするにはっていう風にちょっと今考えてんだけど、ちょっと描いてみようかな。今女の子の部分だけトレースして、こっから動きが出せていけないかなって思うんだけど、例えばだけどこういう感じはどうかな。人間は変えてません。何を変えたかっていうと、スカートのめくり上がりをもっと大きくバッと大胆にしたのね。もうパンツ見えてるぐらいだけど、見せるのはちょっと姑息だからこの子の長い髪の毛、ロングヘアが前に来て、その大事な部分が見えなくなってると。本当は見えてんだなみたいなことを想像させるような感じ。髪の毛の動きに、ダイナミックさをつけたっていうことと、あと羽だよね。これだったら普通なので、もうちょっと縦に開かせるというか、この子が今上から舞い降りたみたいな感じ、空を飛んできて地面に着地しようかっていう感じの途中の翼の開き方って言ったらいいのかな。そういう感じにすることでさらに動きを出した。あと表情がちょっと口元開け方変えました。縦に開いた方がセクシーかなと思って、これも無邪気っぽくて可愛いんだけどね、こういう風な感じにするとその1枚の絵でもゴージャスになってくるって言ったらいいのかな。これに背景とかが入るともっとゴージャスになっていくんだけども、
たペン入れられたんで、一旦消しゴムをかけてペンの線を確かめていきたいと思います。今回はね、髪の毛が複雑だったから難しかったよ。これ下書きの線消したら多分ちょっと白っぽいと思うので、もうちょっとペン入れを書き足したい感じだね。紙が汚れてるからね、この端っこまで消しゴムをかけます。ベタを塗ろうかな。先にベタを塗ったら絵が引き締まると思うんで、羽ねトーン貼ってあるんだけど、もうここまで暗かったら多分真っ黒に映ると思うんで、この靴がベタなのね。で羽がトーンなんだけど、ほとんど同じに見えると思うんだよね。なのでもう真っ黒に塗りつぶそうかなと思うんだけど、どうしよう。いやちょっと待てよちょっと待て、もうちょい考えようかな。今塗りつぶそうと思ってたんだけど、やっぱトーンが貼ろう。ペン入れしてる時はね、羽を塗りつぶすつもりだったんだけど、改めてこうやって絵を見るとやっぱりトーンにしようっていう風に気が変わりました。今ちょっと黒が入っただけでもだいぶイメージ変わるね。引き締まるね、これが入るだけでも。ホワイト修正していきます。だから顔が汚いすっごいいっぱい汚してる。顔はきれいにしないとね。顔は命だから。で乾いたんで、これにトーン貼っていこうと思います。今回はねちょっと多めに貼ろうかなと思ってます。いつもね軽めに貼るんだけど、これと同じ仕上がりになっても面白くないんで、ちょっと変化をねやっぱり見てほしいから、似たような色のトーンは貼ろうと思ってるんだけど、
こここだわりたいんで重ね張りします。やっぱここ見ようとするからね、この辺りはね見ようとする部分だから、どうしようかな。ぼかしにでもしようか。ぼかしね、これ大事なところはやっぱぼかしとかないとね。この辺りちょっと暗くしときました。これやっぱ見たくなるでしょ、こう見たくなるところは暗く。重ね張りとか削りとか高等テクニックを使うときは、絵を見る人が注目するところに使った方がいいってことだよね。だからこの辺とかそんな見ないじゃん。この辺に高等テクニックを使うんだったら、この辺とかこの辺とか絵を見る人が集中するところに使った方がいいってことね。そしたら自分がやった作業が無駄にならない。この淡い感じわかるかなもっと重ねよっか。ちょっとこれはたくさん貼りたいんで。髪の毛に64番を貼りたいんだけど足らないかな足らないね。この辺を継ぎ足そうか。スカートと髪の毛、これがいらないことに気がついた。あ、そうか。いらんことをしてしまった。やらんでいいことをしてしまった。どこまでいるで、どこまでいらないか分かんなくなってくる。これはいらないんだよね。あ、そうかこれは意味がない。どうしようかな。ここでぶった切るか。
がついた羽のここがないんで、ここを書き出します。羽の向こうがない。似たような。結構暗いな。でこれにもう一回ホワイトをのせていこうかなと思います。この線が汚いねこれ消そうかな。これを消して、どうやったら自分の絵をより魅力的に描けるようになるかっていう話なんだけども、この猫まんじゅうさんはエギダブを使って描いたっていう風にメールに書いてあったんですね。つまりパソコンを使って描いてると。だとしたら手書きを超えなければいけないと思うんですよ。今はパソコンとか iPad を使って絵を描いてくる人が増えてきましたよね。それは何のために使ってるかっていうと、一つは作業効率のため、もう一つは豊かなインスピレーションを現実化するためだと思ってるんですね。人間が手で作業する以上のスピードと表現、それを可能にするためにパソコンとか iPad を使って今の人たちは絵を描いてると思うんですよ。僕は手書きですから、人間と車みたいなもんですよ。車は機械ですから人間よりも速く走れるし、人間が手で持つ以上の荷物が乗せられたりとか、一度に3人4人の人を乗せられたりとか、機械の方が能力が優れている。だからパソコンとか iPad とか使って絵を描く人が増えてきてるってことだと思うんですよね。だから手書き以上のことができないとそれらを使ってる意味がないと思うんですよ。パソコンとか iPad、 それを使えば誰でもプロになれるっていうわけではないですよね。そういう機械とかソフトを使えば人間以上のことが誰でもできるのに、それでもプロになれる人となれない人がいるわけですよ。でその違いって何かっていうと、プロになれる人は今言った作業効率と豊かなインスピレーションの実現、さらにそれをどこまでも追求し続ける人だと僕は思ってます。パソコンや iPad を使って絵を描いてもプロになれない人は手抜きをするための道具として使ってる人だと僕は思ってるんですね。今はパソコンとか iPad を使って人間が手で描く以上のことが誰でも簡単にできるようになってるのに、ほとんどの人はプロになれないわけです。で僕から見てて思うのは、ほとんどの人がパソコンや iPad を手抜きの道具として使ってるからプロになれないんだなって思うんですよ。猫まんじゅうさんはプロなので、僕が言ったことっていうのは全部理解してらっしゃると思うし、仕事で描かれる絵っていうのはこの絵よりももっともっと手が込んだものを描いてらっしゃると思います。だけどこの絵はこのハイドチャンネルに添削してくださいっていう体で送ってくださったということと、あと動画を見てる視聴者さんの中には絵の勉強をしてる人たちとか、僕の話を聞きたくて視聴してくださってる方もいるので、その人たちのことも考えてっていう前提で言わせていただくと、このイラストっていうのは軽すぎるんですよ。うまいのに魅力がないっていう風に、ご自分でも思ってらっしゃるんだとしたら、人間ができることをただただパソコンで描きましたになっちゃってるからなんですよ。面白みが薄いんです。プロの絵師あるあるの話になるんですけども、絵が上手い人っていうのは手を抜いてもうまく描けるんですよ。今までの仕事の経験からこう描けばいいっていう定石ができてしまってるんですよね。例えばこの猫まんじゅうさんも、絵が上手いからこんな風に描けば魅力的になるっていうプログラムがあると思うんですよ。女の子はこういう風な髪型にすれば可愛くなる、こういう表情をさせればあどけなさが出る、こういう手の動きをすれば可憐に見える、こんな風に体をねじればセクシーに見える、定石があると思うんですね。もちろんそれは今までたくさんの絵を描いてきたからのデータであり間違いではないんですよ。だけどプロフェッショナルに到達した人っていうのはだんだん描くのがつまんなくなってくるんですよ。プロのイラストレーターとか漫画家がみんな楽しくて絵を描いてるとは限らないんですよ。イラストレーターや漫画家の中にはもう絵描くの嫌だ、つまんない、しんどいって思いながら描いてる人もたくさんいるんですよ。それはなんでかっていうと、ある程度描けちゃうんですよね。基礎値が上がってるからしんどいな、めんどくさいなって思いながら描いても技術力があるからそんな下手しないんですよね。だからもう仕事として受けた絵を機械的に描いてるとか、ただただ量産してるとか、もうお金を稼ぐために仕方がなく描いてるみたいな気持ちで描いてる人もたくさんいるんですよ。でそうなると絵描きはすごく悲しい気持ちになって、昔はあんなに絵を描いてるのが楽しかったのに、あんなに漫画描いてるのが楽しかったのに、プロになってみると楽しくない、つまらない、思ってたのと違う、もう絵や漫画に対して夢が見れなくなってしまったっていう
いう悲しい気持ちで書いてる人もたくさんいるんですね。僕はそういう人たちの気持ちがすごいよくわかるんですね。なぜなら僕も漫画家っていう仕事をやってきてすごく辛かったし、自分の絵が面白くなくなってくると人から見ても面白くなくなってきますから、人気がなくなってきたり必要とされなくなっていったりとかして余計に辛いループに入り込んじゃう人もいるんですね。で、技術はあるのに自分の絵に面白みを感じないとか魅力が足らないっていう風に思ってる人たちは、僕からアドバイスするとしたら、これ一つの例だと思って聞いてほしいんですけども、僕は自分の絵を壊す部分っていうのを作るようにするんですね。あと遊びの部分っていうのも入れようとします。例えばこの絵でもそれをさせてもらったんですけど、猫まんじゅうさんはもうプロなのでそれを理解していただけると思って、こっちの絵ではアレンジ、つまり壊しの部分を作らせてもらったんですけど、例えばどこかというと、ありえない影を入れる。例えばこれ右手の後ろに髪の毛にこういう影が僕入れましたけど、髪の毛にこんな影が映るわけがないんですよ。でそれは僕は分かってやりました。例えば手の奥とかスカートの奥に黒いベタの影が入ってるんですけど、角の後ろとかね、こんな黒い影がここに入ることはありえないんですけど、それ僕分かってあえてやってるんですよ。でそれはなんでかっていうと、絵に面白みを出そうとしての試みなんですよ。あとそれから毛先を遊ばせる、先がカールしてるのが、魅力的だと思ったので、ありえないぐらいくるくるに巻いたりとか、こんな風に髪の毛ならないだろうっていう感じをあえて作ったんですね。それをわざとやってます。遅れ毛とかハイライト、これも思いついたまま描いてるんですね。でこれがいいかどうかっていうのは置いといて、これやってみようって思ったから僕はやってみてるんですよ。失敗してもいいというか、変な感じになっちゃってもいいっていうぐらいの気持ちで思い切ってやるんですね。なんでそういう壊しの部分、遊びの部分を意識的に入れるかっていうと、漫画とかアニメっていうのは本来自由なもので、ありえないことが書かれてるから面白いと僕は思ってるんですね。例えばこの絵もありえないものの集合体なんですよ。そもそも角とか羽とかが生えてる女の子がいるわけがないし、こんな太い毛量でこんなヘアスタイルの女の子がいるわけがないし、ここまで激しく体をねじれるかって言ったらこれもすごく非現実だし、漫画とかアニメのイラストキャラクターっていうのは全てが非現実なんですよ。で非現実だから面白いし、非現実だから魅力的なんですね。だから僕はその基本的な面白さっていう部分に戻るために、自分の絵をあえて壊す、あえて遊ぶっていう部分を作るんですね。でそれは失敗してもいい、下手って言われてもいいやって思ってやってます。それぐらいの気持ちがないとできないから。今言った失敗してもいい、下手と言われてもいいっていう意味はその言葉のまんまじゃなくって、本当に失敗したものは書き直しますよ、もちろんね。そうじゃなくて、それぐらいの気持ちでやらないと勇気を持って遊べないから。猫まんじゅうさんももうこのレベルまで来たのであれば、楽しいだけで絵を描いていたあの時代、子供の頃、その感覚で描いてみてもいいと思うんですよ。もう一回素人に戻ってみる。もうプロになってしまった人っていうのは技術力がついちゃって機械的に絵が描けちゃうから、つまんない、自分の絵がどんどん面白くなくなっていくんですね。だけどそれって悲しいじゃないですか。やっぱり自分の絵は楽しく描きたいし、プロになったら容量の良さばっかり得てしまうので、あえて容量が悪い自分になるっていうか、子供の時っていうのは描いてるだけで楽しかったじゃないですか。それができたものが歪んでたり下手だったりしたとしても、ペンを持って絵を描いてるだけで楽しい。もう1日24時間じゃ足らない、いつまでもいつまでもこの絵を描いてていたい、絵を描いてるだけで幸せっていうあの時代、そこに戻るために僕はあえて自分の絵を壊そうとしたり遊ぼうとしたり、変になっちゃってもいいやっていう風に思って描く。それをこの絵で今回させてもらったつもりです。プロもしくはプロレベルに到達した人は、容量が良すぎてうまいけど面白みがない絵とか、うまいけど没個性な絵になってしまう人もいます。もっと自分の絵で遊んでみたらいいと思います。ちょっと口張り直します。ちょっと歯がでかいのが気になる。もうちょい歯の部分を小さくしますちょっとしたことだけどね。はい、完成しました。この女の子のセクシーさを出すために口を縦に開かせてみました。それから羽の開き方をちょっと上の方に向けて、今舞い降りてきたところみたいな感じに表現してみました。それと髪の毛のウェーブ、これがこの子が魅力的だと思ったので、そのウェーブの部分にもっともっと遊びをつけて複雑な動きを表してみました。ブラウス、シワをたくさん入れてもうちょっとリアルにしてみました。スカートは大胆にめくり上がらせました。このままだとちょっとね、この大事な部分が見えちゃうんで、
髪の毛で隠して、見えそうで見えないみたいな感じを表現してみました。靴のデザインが凝っていたんですが、太ももやふくらはぎが真っ白で魅力が弱いなと思ったので、影の表現を凝ってみました。遅れ毛をつけたりハイライトを入れることで、この子のきらめく様子を表現してみました。絵を描くヒントにしてください。僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。